こんにちは。 NPO 法人日本霊気協会理事長の辻陽子です。いつも応援嬉しいです。ありがとうございます。今日はね、今ここに生きるの大事ってよく聞くけどうまくできんわっていう人、そういう人に向けて話してみたいと思う。まずね、今ここに生きるっていうことがね、なぜ大事かっていうこともね、腹落ちさせといた方がいいよね。そうでなかったらさ、何のためにやるのって、意味わからんもんね。なのでその話もしたいし、で、罠とかね、コツ、方法、そういうものを順番にお伝えしていきたいと思います。はい、じゃあね、よく聞かれるんですよ。辻さん、今ここに生きるって一体どういう意味ですか？やればなんかいいことでもあるんですか？私からの答え、ある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 。いいことありすぎる。大ありです。いやもうね、これね、今ここに生きるをね、上手にやったらね、まずね、人生の質がね、めっちゃ上がる。ありえないレベルまで上がるよ。跳ね上がる。なのでね、絶対やった方がいいの。というわけで、辻陽子的にはもう超おすすめします。特にね、もしもあなたが今の人生を変えたいのであれば、特におすすめ。幸せ感じていきたい、もっと幸せになりたいのであれば、もうめちゃめちゃおすすめ。じゃあね、このね、効果絶大なね、もうガチでめっちゃすごい方法、一個ずつ伝えていきたいと思います。今どう？やってみたい、どうやるんだろうって思ってくれてますか？だったら嬉しい。このまま聞いてください。はい、じゃあね、私が自分の人生を変えた方法、体験談伝えていきます。それにはまずね、始める前にね、思考の罠について知る必要がある。思考の罠から抜け出さないといけない。罠から抜け出すには罠の正体を見つけなければね、見極めないと。なので思考の罠について話してみます。罠とはね、ズバリこれですよ。私の人生の使命は何だろうとか、私のやりたいことって何だろう、なかなか定まらないわみたいに焦ること。特にね、私の使命って何だろうなってね、なんか楽しく空想するのはいいのよ。で、私のやりたいことなんだろう、見つけたいなってウキウキしながら考えるのは全然いいの。今言った中で何が悪いのか、焦るっていうのが悪いんです。なぜならね、焦ると焦った途端波動が乱れる。いい感じに軽やかに波動が上がらない、下がる、落ちる。なので良くない。で、もう時々ね、めちゃめちゃ深刻にね、そのこと相談してこられる人いるんですよね。もうここにね、縦じわ寄せながらって、この深刻さっていうのがね、もう焦りとセットでね、罠なんだけれども、私の使命なんでしょうか、私のやりたいことまだ見つかりません、もうこの年です、焦ってます、辻さん相談に来ましたみたいなね、こんな感じね、大げさにやってますけど、この状態で探そうとしてるこのこと自体が本当にね、罠なんです。なのでまず、ひょっとして自分そうかもって思う人はここに気づいてほしいです。はい。でね、今ここを味わいながら、でもね、これだけは定めとかないとダメなんですよ。それはね、どんな人生を思い描くかです。これをね、ビジョンを思い描くって言いますが、ビジョンまでいかなくても、それが難しいんだったら、目標とかでもいい。使命と全然違います。目標を達成するためにやる行動のことを使命って言いますからね。使命なんだろうじゃなくて、まず私どんな人生を生きたいんだろう、ここは絶対に必要。でね、それがね、何々をする人生っていうのがね、出てくる人はね、結構見つけやすいの。例えばイチロー選手みたいな感じです。自分は野球っすみたいな感じね。
で一郎に誰かが「いやバスケも楽しいんじゃない、卓球もいいかもしれないよ、ゴルフは?」って言っても「いや自分は野球なんで」みたいなね、この行動レベルでやりたいことを探す。で行動レベルで見つけるタイプの人はこれ見つけやすいんだけども、私にここに縦じわ入れながら「焦ってます、私の使命が分かりません、何やったらいいんですか」って、この行動、使命って行動レベルだから、これをね聞いてくる人はね行動派のタイプじゃないんですよ。あなたはねあり方派。どんなあり方が自分にとって幸せなのかっていう設定をする。うわーいってエキサイティングなのが自分としてめっちゃ欲しい人生なのか、それとも感動が多いのが欲しいのか、そんなんじゃなく、なんかこうゆったりしていてリラックス、ゆったりのんびりが欲しいのか、あるいはなんだろうな、いつも知的好奇心が満たされるようなそういうのがいいのか、これぞ自分のやることだみたいなこう確信のようなものがある、いつも人の役に立ってるぞみたいな感覚が欲しいのか、誰かから尊敬される人生が欲しいのか、ぶっちゃけモテモテのアイドルタレントみたいな、そんなのがいいのか、なんかねキャラ設定にも似てるかもしれないね。何かをやる、さっき言ったように野球、卓球、料理、ダンス、歌みたいなんじゃなくて、これどれでもいいんだけれどもどういうキャラ設定かみたいな感じ。癒し系がいいのか、ちょっと先生っぽくてかっこいいのがいいのか、人を助けちゃうよみたいなヒーロー系がいいのか、いつもみんなを笑わしてる賑やか系がいいのか、なんかいつもいろんなことに感動するようなのがいいのか、そんなような感じで、キャラ設定に近いかもしれないね。どんなあり方の人生がいいんですか？これなら設定できるんじゃないですか？そのためには何やってもいいんだから、いけそう？はい、じゃあね、ここは設定する必要があるよってことね。で、まとめとくよ。どんな気分で過ごしたいのか、どうありたいのか、もっと具体的にしていきましょう。どこに住みたい？これはね何々県何々市とかね出てこなくてもいい。海が好きか山が好きか都会が好きなのか、日本がいいのかどこどこの国がいいのか、こんな感じでいいです。で、誰と過ごしたい？一人っていうのもありですよ。あるいは大好きなペットとっていうのもありです。誰と？それから自分にとって最も大切な事柄は何ですか？一番優先順位1位にしたいものは何ですか？私は仕事が優先順位1位で、家庭生活や趣味やお友達と会う時間はそれよりも低いですが、あなたにとっては何が一番大事？ここねちゃんと自分で再確認しときましょう。紙に書くといいよね。で、あなたにとって最も有意義な時間はどんな時間？私は仕事を通じて誰かが笑顔になるのが最も有意義です。あなたにとってはどうですか？大好きな親友とカフェでお茶してる時間が最も有意義とか、家族と晩ご飯食べてる時間が最も有意義とか、なんか一生懸命夢に向かって打ち込んでる時間が最も有意義とか、あなたなりに決めてください。山登りが大好きだから山に登って頂上でうわーっていうのが一番有意義な時間とかあると思う。これも設定しといてください。これ設定せずにぼんやりしすぎてるとダメです。はい、ここを設定したらね、あとはめっちゃシンプルです。もうね、自分の使命はどうだろう、辻さん私はって縦しわ入れなくて大丈夫です。シンプルです。設定したらあとは今ここに生きるっていうのを丁寧に丁寧に目の前のことを味わいながらやる。もちろんそのための使命が、もし使命って行動ですからね、見えてきたらこうやってこうやってこうやっていこう、これ計画立てるの好きな人はねやったらいい。
でもねこのね計画立てるの好きな人ってどっちかっていうとね行動レベルでねさっきのイチローの野球ですみたいな、ね、こっちのタイプの人は割と得意なんだけど、このあり方レベルの人ってねここ苦手なんだよね。計画立てるのも苦手だし、そもそも元旦の日になんか1年の抱負とか決めるのも苦手だし、スケジュールいっぱい決めちゃうとなんか面白くなくなったりするのね。旅行く時もなんか何時に起きてどこどこ回ってって観光地こうでこうでって決めれば決めるほど旅が面白くなくなるような感じがする人が多いんですよ、このあり方タイプの人ね。だからねあなたがもしそうだったらそれもういい、やらないで。それよりも今今日やることを一個ずつ味わいながら丁寧にやっていくっていうこと。それはね例えば歯を磨くとか顔洗うとか寝支度をするとか、ご飯の用意をするとか、そういうことね。今日着る服を決めるとか、それを丁寧に味わいながらゆっくりやるっていうことです。これだけです。今ここに生きるっていうのは今ここに意識を向けるっていうことなんだけれども、今やってる作業に意識を向けるっていうことです。だから今日どの服着ようかなっていう時はちゃんと服に意識を向けて、で今日はこれだって決めて着るっていうこと。あるいは私なんかよく考え事しながらねお風呂入ったりシャワーしてね、あれシャンプー終わったっけみたいな時あるんですけど、これが今ここに意識がない状態よ。ちゃんとシャンプーしようって思ってシャンプーし、トリートメントしようと思ってトリートメントし、ちゃんとしっかり泡立てようとか心地よさとかをちゃんとね自分でね一個ずつ確認しながら作業をするっていうことです。ご飯を食べる時も一個ずつちゃんと味わいながら食べるっていうことです。ずっと長い時間できなくてもいいです。気がついたら考え事にふけってて全然いいです。気がついたら戻す、これだけでいいです。ほっといても考え事しちゃうからさ、それで24時間今ここ生きれてないわ、ダメだわ私って思う必要ないから。でも気がついたら今ここに戻そう、今ここに戻そう。ご飯なんかね最初の数分だけでいいですよ。一口目だけでもいい。ちゃんと味わって食べる、そんな感じ。あとはね瞑想とか呼吸法とかする時もマインドフルネスって言いますけどね、自分の体の状態にその時だけ 1,2 分でもいいや意識を向けてみましょう。今ここかゆいなとかね、ここチクチクピリピリって今したわとか、今ビリって電気が走ったような感じがしたとか、いつもここがちょっと鈍くて重いだるい、とかね、足先冷えてるとか、今日はあったかいとか、自分の体に意識を向ける。1,2 分でいいんですよ。ずっとやらなくていいから。できそうですか？これをね楽しみながらちょこ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 やるの。これが今ここに意識を向ける、今ここ生きるっていうこと。じゃあね次ねやり始めたらどんな効果がっていうことを説明していきます。やり始めるとね、まず最初に何が起こるかっていうとね、まるでねスルスルスルってね糸がほどけるようにいろんな物事がスムーズにまっすぐ運び出すんですよ。不思議だけど本当これやった人だけが得る境地。いやもうねなんかね超心地いいところにたどり着くんです。でちなみにねこういうね今ここに意識を向けてちゃんと服を着ようと思って服のことを考えながら着るとか、ちゃんとお散歩しようと思ってこう足の運びに意識を向けながら散歩するとか、ちゃんと庭の草木に意識を向けながら庭のお手入れするとか、ちゃんと食材に意識を向けながらお料理するとか、これをね行動禅って言ったりするんだけども、日々これをやるだけでいろんなことがねこじれずにスムーズにいき出すんです。でそれだけだったらね面白くないでしょ。次にね思いがけないもっともっとビッグなサプライズが待ってます。それはね何だと思う？今ちょっと考えて。答え言います。それはねいいアイディアが浮かび出す。直感ひらめきが冴える。いいこと思いついたとかね、悩んでることへのヒントが
早く来る、答えが早く来る。これがね格段に増えるんですよ。これいいでしょ。ワクワクするし楽しくなってくる。でね、答えの出ないことぐる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 考えてたらね消耗するんよね。なんかねヘトヘトになる、それだけで。これが精神ストレスなんだけど、これの逆が起こってくるわけよ。ひらめいた、こんな方法をやったらどうだろう。そうするとね、お腹の内側から下の方からねぐわっとねパワーが湧いてくる、エネルギーが満ちてくる、力が湧いてくるんだよね。そうすると体は軽やかになってくる。これがしょっちゅう起こると、なんかウキウキ感が増してくる。日々がね、何が変わったっていうことないけどウキウキワクワクしてくるんですよ。辻さん、長いこと私ウキウキワクワクしてないですっていう人はね、ほんとねやってみて、騙されたと思ってやってみて、面白いよ。でね、さらにね、これ私のおすすめ。これをね日々ね、もう人生本当に変えたいって真剣に思ってるんだったら、ここに眉間にしわ寄せてね、深刻になるぐらい真剣に、もう嫌だわこの人生変えたいわ、悩みを解決したいわ、問題から抜けたいわ、いつまでこれやんのって思ってるんだったらね、やけくそみたいに続けてみてください。もう習慣化するの、徹底的にね、しょっちゅうもうこれを趣味みたいにやるんですよ。そうしたらね、やがてね、あなたがどうなるか。どうなると思います？いろんな意味でのね、あなたのねスキルが、実力がねめっちゃ上がるんです。あなたの潜在能力が上がってくるんですよ。でね、もう一ついいことはね、腹が据わるの。人事を尽くして天命を待つっていう言葉があるけど、もうここまでやったしなるようにしかならんわって、いい意味の開き直り、腹が据わる、これ胆力とも言いますが、自分軸もしっかりできてくるしね、なんかねどしっとしてくるんですよ。落ち着きというかぶれない、そうするとね、あなたの言葉にも説得力が上がるし、パフォーマンスも上がるし、そしていざ本番という時にね、この腹が据わった状態、気の重心も下へどっしりと降りている状態、これが習慣化してくるので、いざっていう時にね最高のパフォーマンスが発揮されるようになってくるんです。今までは緊張しすぎて上がるわーっていう状態でね、こうね本番で実力が 50% ぐらいしか発揮できなくて、って練習の時はうまくいってたのにっていうことがね、いざここっていう時にバッチリな状態が作れるんですよ。ちょっとね神ってんじゃないのみたいなね、厳密に言うとね、脳波で言うとねアルファ波、それもミッドアルファ波、程よい緊張と程よいリラックスがちょうど半々。この時ね神るんですよ。ゾーンに入る、フロー状態、最高の自分が発揮される。これがしょっちゅう起こり出すとどうなると思う？それは人生変わるよね。今まで 50% だった人が 100% になるんだよ。そうしてね、こういう風になってくるとね、今度ねもっといい好循環の波に乗ってくんの。これがね運気が上がるっていう風に言ってもいいけど、ベタな表現だと、まずねチャンスがいっぱい来る。もうあなたは引き寄せが起こりすぎるって思うかもしれませんね。本当にいろんなところからいろんなチャンスがいっぱい来ます。でチャンスね逃しても断ってもいいんですよ。また来るから、またもっといいのが来る。だからだんだんね、このチャンスにしがみつかないととも思わなくなってきます。これ逃しても次来るもんねってなってくる。でたまには試練も来る、失敗も来る、ネガティブな出来事も来ちゃいます。これ全然来ないってこともない。運気が上がってもね来るのよ、それなりに。でもね大丈夫だ、前も何日間で立ち直れたから今度も大丈夫とか、前もへこんだけど立ち直れたから今度も大丈夫って思えるんですよ。そうするとねV 字回復するスピードも速くなってくるのね。結果的にあなたはご機嫌でワクワクウキウキしてる時間が長くなってくる。そしたらね、もう周りからね変わったよね変わったよねって言われます。どんな風に言われるかっていうとね、生き生きしてきた、笑顔が増えた、なんかパワフル、エネルギッシュ、軽やか、爽やか、なんかオーラが大きい、クリア、なんか最近キラキラしてるみたいな風に言われるようになります。でこんなあなたにはそういうような人がね、もっともっとね、気がついたらね、お友達になりたいとか思わなくてもね、気がついたらしょっちゅうつるんでるような状態になって、でね、ひらめきもどんどん来るでしょ。そしたら今度一緒にこんなことやらない、あんなことやらないってね、どんどんアイディアも湧いて新しい企画も出てくるんだよね。それがお仕事かもしれないし、趣味かもしれないし、なんか生きがいにつながる
ライフワークかもしれない。もうその時のあなたはね、辻さん私の使命わかんないんですって、全然そんな境地じゃないです。これぞ私が生きたかった人生、私らしい人生っていうところにね、もう気がついたら乗ってる。まあ言ったらエスカレーターでピューってね、勝手に自動的に上に引き上げられちゃうような、そんな軽やかな人生になっている。はい、どうでしょう、この話信じられます？無理無理、信じられないです。そんなのごく一部の特別な人の話じゃないですかって今思ってても大丈夫、信じなくても大丈夫。この地球はね、行動を起こしたらそれなりに成果が出るっていうね、宇宙法則にのっとってる3次元の星ですからね。心の中で疑いながらでもあなたが行動すれば、うわ本当だったわっていう結果が出ます。で、本当かな疑ってるよっていう状態のまま行動しなかったら、あんまり残念ながら成果は出ないし人生も変わらない。これだけのこと。どんな気持ちでもいい、 100% 信じろってそれ難しいよ、無理だよ。私も昔疑いながらやったもん。でもね、私ねやけくそになってやったの。変わった、めっちゃ変わった、すごい変わった。霊気も学び始めの頃、私何にも感じられなかったし落ちこぼれだったしさ、家で一人で泣いたもんね。あまりにも何も分からなくて。だけどある時やけくそになったんだよね。もう習得できなくてもいいや、半年だったら半年必死にやるって決めたんだよね。で毎日やりました。毎日落ち込みました。半年後、私相変わらず何も感じられなくて、一緒に学んでた人はどんどん上達して、でうわーって思ったけど、その時また決め直しました。あと半年やけくそでやってやろうって。1年後には私感じられるようになってました。あれこれかっていう、だんだん分かってくる自分になってました。そして2年後には霊気の師範ティーチャーになってました。でその先に6年後だけどね、霊気協会の理事長になってました。で今では多分私ほど霊気について分かってる人ってなかなか日本にいないんじゃないかなぐらいオタク的研究が進んでね。でもちろん霊気以外の私の人生も全方位的に今すごく満ち足れてます。自慢みたいになっちゃうけどね。パートナーシップ一切 1% もストレスないです。めっちゃ幸せです。それから健康、今が一番体が軽やかです。まあもともと虚弱だったりね、大病したりね、いろいろあったからそれに比べたらっていう意味だけど、今が一番元気で、あとはお金ですね。私なりにですけど足りないなっていうことはないですね。むしろこんなに知らない間に増えてるなっていう感じで、私ボランティアが結構趣味なんだけど、ここへお金送りたいなっていうところに送れてます。そんな自分がいいなって思ってます。あと仕事、やりたい仕事につけています。でまあ趣味とかはね、私優先順位が低いから趣味らしい趣味ないけど、こうやってね YouTube 撮って誰かに見てもらえる、あなたに見てもらえる、これもねある意味趣味かもしれないね。すごく喜びがあります。楽しいです。で仲間がいます。友達がいます。昔すごく孤独で辛かった、いじめられっ子だった、人と話せなかった、先生に名前も覚えてもらえなかった、親もきつかったけど、今その時欲しかったもの手に入っています。これね私の話じゃないよ、あなたの話です。これからも応援続けます。見てくださってありがとうございました。またです。今日の内容いかがでしたか？よかったらね、いいねを押していただいたりとか、チャンネル登録していただけるととっても嬉しい。それからね、霊気はやっぱりね体感しないと、上達しないですし面白くないです。なのですでに霊気を学んでいらっしゃる方はうちの練習会来てください。どこのスクールの方ももうごっちゃ混ぜで一緒にワイワイやってますから大丈夫です。大歓迎です。それからね、霊気に興味がある人はね、騙されたと思ってアチュメント講座初級来てみてください。全国各地でやってます。最後にそれも迷うなっていう人はね、LINE アット登録してください。 LINE 登録よろしくお願いします。タイトルのところをねタップするといろんな詳細、今お伝えしたようなこと詳細出てきます。ぜひ見てください。よろしくお願いします。
またです。